こんにちは。今年もやってまいりましたアートフェア東京2025年はどういう風な雰囲気になってるんでしょうか。何が変わったのか、何が変わってないのか、日本のアートマーケットはどうなっているのか、じっくり見てみたいと思います。去年よりもいい雰囲気、売り上げもいいなんていう噂になってますので、果たしてどうなってるか見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ということで、今年も開催されましたアートフェア東京2025。行かれた方はどれくらいいらっしゃるんでしょうか。もし行かれてない方いらっしゃいましたら、この動画で雰囲気だけでも楽しんでもらえればと思っております。まず、はじめにですね、この撮影をしているのが VIP の初日の日ですので、それなりに人がいる中で撮影をしましたので、人だかりになってるギャラリーのブースとか、撮れてないブースも多くありますし、動きが少し早かったりするので、見づらい部分も多いと思うんですが、あらかじめそれはご了承いただいてなんとなく雰囲気感じていただければと思います。今年は139のギャラリーが参加していまして、去年よりは少し減って、ホームページではその分ブースの広さとか少し広くなったよなんて書いてあったんですけれども、正直この会場で30センチとかどれぐらい広がったかわからないですけれども、見た感じそんなにブースが広くなったとか見やすくなったっていう印象は正直あまりなかったんですけれども、去年のブース配置とギャラリーの配置ほとんど同じだったなっていう印象がありまして、見ながらあれ去年もここだよなみたいな感じでちょっとフラッシュバックするような感覚に陥るような場面もあったんですけれども、これが何も変わらないというか変化のないような受け止め方をされている可能性もあるんですけど、なんか X とかスレッズとかこのアートフェア東京を酷評じゃないですけれども、そういう評価の投稿溢れてるらしいんですよ。僕は全然そういうのをあんまり見ない人なんで、割とそのタイプの SNS のアートの話はほとんど見ないでわからないんですけれども、だったらあえてですね、今回はアートフェア東京今年良かった点というかいいんじゃないかというか、そういう立場でですね話してみようかなとも思うんですけれども、さっき言ってたこのブースが同じ場所にある、これは確かに去年も行ってた人にとってみれば、一昨年からずっと毎年通ってる人にとってみれば、確かに変化という変化を感じられずに、同じアーティストさんも多かったですから、そういうふうに思うかもしれないんですが、アートフェア東京に3年ぐらい前からとか4年ぐらい前から出店をしたギャラリーとか、そこに付随して、それぐらいから出店を始められたアーティスト、そういう立場で考えると、この現代アートブームというか、この現代アートが盛り上がったのがやっぱり2020年、21年ぐらいですから、それぐらいから人も増え始めた、実際にアートフェア東京でアートを買うという意識も変わってきたというところですけれども、このアートフェアという特殊なですね、アートの見本市、これにまだ1年目、2年目初めて来たっていう方々は慣れてなかった可能性だってあるんですよ。そうすると、そういうギャラリーとかアーティストのブースが同じ場所にあることで、さらに同じ作品があることで、去年もここに、この作品、このアーティストの作品、確かにあったなという、さっき言ってた、僕が感じたフラッシュバックよりも、ポジティブなフラッシュバックというか、思い出すというか、そういう風に印象付けがさらに拡大するというか、増えるというか、確かに去年思い出してきたな、ここにあったな、この作家さんみたいな感じで、印象に残るというか、そういうプラスの面もあるんじゃないかというのは思いました。これは、アートフェア東京だけではなくて、海外のアートフェア行っても、ブースも似たところにあったりとか、全く違う作品が毎年毎年入れ替わるというわけではないので、この規模感なので余計目立つという感じはあるのかもしれないですけれども、なぜ同じような作家さんになるかということになるんですけど、今回去年よりいいという話があるんです。去年よりも売れてるんじゃないか。これ毎年言うんですけれども、売れてるギャラリーはいいって言うし、売れてるアーティストはいいって言うし、売れてないアーティストは相変わらず売れませんっていう風な意見になるので、一概に全体的を通してという感じではないんですけれども、なんとなくこの初日見ていて確かに売れてる感じは僕はしました。もちろん、ギャラリーによっては、事前に販売してる部分もあるんで、正直 VIP の朝早く行って、そんなに赤丸ついてるわけがないんで、事前販売はやってると思うんですけれど、それでも売れている印象は強かった。そうなるとですね、いくら去年よりいいからとか言っても、雰囲気的には
トランプ大統領の件もあるし、為替のことだってあるし、この日本の現代アートが衰退というかもうブームは去ったとか、いろんなことがあって、このアートフェアが始まる前の経済状況とか販売状況を見ても、なかなかそう簡単に販売するのは難しいというふうにギャラリーとしては考えるわけなんですけれども、そうなるとどうしたらいいかというと、このアートフェアで目的というのはやはり作品を販売すること、売り上げを上げることが一番の目的としては大きいので、そうなると確実に売れるアーティストを選択する。去年売れていたアーティストを選択して展示をするという選択になる。新しい挑戦、新しいアーティストを展示して、新しいプロモーションを仕掛けるだとか、ギャラリーの新しい顔を見せたりとか、新しいチャレンジを見せるということは、この経済とか、この環境の中ではなかなか難しいんではないかという。ですので、ギャラリーさんとしても、何でもかんでも売れていたとか、新しいアーティストでアピールをするんではなくて、簡単に言うと、安牌じゃないですけど、安全性を取る、人気のあるアーティストを選ぶ、売れるアーティストを選ぶということが去年と同じようなというよりかは変化の少ない印象になったという感じがあるんではないかと思います。そうなってくるとアーティストの立場で考えると1年ぐらいじゃアーティストの本質とか本当のプロモーションっていうのはできなくなるので、そういう意味では今までごちゃごちゃっとしたところでこのアートフェア東京に出れていたアーティストも出れなくなってきて、人気があったり売れないといけないというようなハードルは実際は少し上がってるんじゃないかっていう気もしたんですよね。今年のアートフェア、ある程度アーティストも厳選されて VIP のお客様方見ても人数は去年の方が多かったような気もするんですけれども、全体的にもしかしたらわちゃわちゃ感はなくなったけれども質感は少し上がったような印象だったのかもしれないですね。今年のアートフェア東京というのは内容的にあまり変化のないフェアだったかもしれませんが、少し引き締まった感じというかですね、そういう印象になったので、これで本当に実際のこのアートフェア東京の売り上げだったりとか、事前販売も含めてですけれども、去年よりも大幅に良くなっているとか、実感的にアートが盛り上がっているということになれば、もしかしたら希望的観測ですけれども、日本のアート市場、アートマーケットというものの底根というか、そこにたどり着いたというか、一旦折り返し上昇傾向というのを期待できる可能性も出てくるという雰囲気も感じられるんではないでしょうか。ただやはり狭い世界というか狭い小さいマーケット市場になるので、今後重要になってくるのがやはり新しいアートに興味を持つ人とかアートを購入するそういった方々に向けてどうアピールしていくのか、どうやって簡単に言うと新規顧客獲得というようなまだまだ層を広げていけると思うので、そういうことも含めて良いフェアだったんではないかという風に締めたいと思います。ということで今回の動画少し短いですけれども最後までご覧いただきましてありがとうございました。いいね、チャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。メンバーシップも募集しています。それではまた来週。